私の専門はロシアフォークロア研究です。慶應義塾大学法学部の熊野谷陽子です。私はロシアのフォークロアを研究していますが、フォークロアというのは特定の作家や音楽家が自分の創作として発表する作品ではなく、普通の人々が語ったり歌ったりしたものを聞いた人がまたどこかで繰り返して伝言ゲームのように伝えられていくお話や歌です。いわゆる民謡や民話、ことわざなどがそうですが、本やアニメになって知られるものはごく一部で、ほとんどのフォークロアは記録に留められることもなく、世代交代とともに忘れられていきます。例えば皆さんは、昔お母さんが歌ってくれた子守歌を覚えていますか？お母さんの声や歌詞は覚えているかもしれませんが、それを書き留めたり、録音したりは多分していませんよね。そして皆さんがその子守歌をご自分のお子さんに歌ってあげるかどうかはわかりません。歌ったとしても歌詞やメロディーはお母さんの歌ったものとは多分ちょっと異なっていると思います。フォークロアとはそういうふうに変わり続け、交代し続け、そして忘れられていくものです。私たち民族学者や言語学者はこうした語りや歌をフィールドワークで収集し、整理し、分析しています。私も大学院生の頃から数年に一度はロシア北部の農村に通って現地の郷土研究者たちと協力してインタビューを行ってきました。そこで記録した数百時間分の貴重な情報を日本やロシアの研究仲間と分担して整理します。そして現地の住民や語り手の子孫たちも利用できるようにデジタルアーカイブを作成し、資料の一部はウェブサイトでも公開しています。フィールドワークで出会ったフォークロアで特に私が面白いと思っているのはチャストゥーシカという19世紀、20世紀に大流行したとても短い民謡です。これをたくさん並べて分析するとロシア・ソ連の人々の暮らしと文化、教科書には載っていない庶民の歴史が浮かび上がってくるのです。また私はここ15年ぐらいロシアのマトリョーシカ誕生の経緯を探ってきました。マトリョーシカ誕生にあたっては、実は日本の入れ子七福神人形がアイデア源となったという俗説があります。ここで詳しくお話しする時間はありませんが、私はこの説の真偽が知りたくて、ロシアと日本の博物館や古文書館で文献収集をする一方、いろいろな関係者にインタビューをして昨年一冊の本にまとめました。マトリョーシカはフォークロアではありませんが、研究の手法としてフィールドワークで人に話を聞き、それを整理し分析するという点は共通していると思います。残念ながらコロナ禍とそれに続く戦争の影響で2020年以来現在までロシアの田舎でフィールドワークをするのは難しい状況が続いています。でも手つかずの再録資料が山ほどありますので、まずはその分析をしながら時期を待つ所存です。